H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。お帰りなさい。皆さんこんにちは。ズホングの日記第14章多くの視聴者と友人が反応しました。不動産業者の日記はなぜすべて高尾のものですか？高尾の住宅価格を下落させたいですか？もちろん、北部や中部の話ができるのかという疑問もあるでしょう。住宅価格がもっと下がってくれることを心から願っています。皆さんのメッセージを読んでいるので、今日は桃園の不動産や日記についてお話したいと思います。不動産業者の友人の皆様も情報提供をお待ちしております。ストーリーの投稿場所はメッセージボックス内にあります。今日は桃園市桃園区の超常現象についてお話しします。投稿者は視聴者の AZHE さんです。番組の最後には、あなたが友達からいじめられやすいかどうかをテストしたいという占い師が登場します。お見逃しなく。以下の物語は一人称で語られます。私は不動産業者です。私たちの会社は男性と女性で構成されています。一人は開発を担当し、もう一人は販売を担当します。私は開発を担当しています。その日から私は現在まで不動産屋を続けています。一番印象に残ったのはこれです。2020年の旧正月が明けて工事が始まった日、たまたま勤務していた私は桃園市桃園区龍安町の路地にあるアパートに関する相談を受けました。その事件は元先輩が助けてくれた大家さんでした。賃貸アパートでは、かかってきた電話はすべて当番スタッフが担当することが多いので、今回の件は当然私の責任となります。家主の遅延さんは電話で、こんにちは。以前アパートを借りるのを手伝ってほしいとお願いした遅延さんです、と言いました。ここのテナントが賃貸契約をキャンセルしました。私自身、台中に住む前に桃園で働いていた時に台中にこの家を買ったので、あまり面倒なことはしたくないのです。走り回りたくない。それを販売して、このフルタイムコミッションに署名するのを手伝ってくれませんか？なぜなら、当社には月あたりの一般コミッションの数は少なくとも5つでなければならないという規定がありますが、フルタイムコミッションは一度に3つの一般コミッションに相当することができるからです。私はすぐに心の中で、いいね。と叫びました。稼ぐ。大家さんは桃園にいるとのことだったので、すぐに大家さんに後で会う約束をしました。私はパートナーと一緒にバイクに乗って現場まで喜んで向かいました。私たちが到着した時、何か奇妙なことが起こりました。大家さんは突然、アパートの路地入り口の外にあるコンビニで私と会う約束をしてくれました。私は心が痛くなりました。行って契約書にサインしてみませんか？なぜなら、現場で写真を撮っておけば、すぐに戻ってデータを整理し、インターネットにアップロードして販売を開始できるからです。いくつかの世間話をした後、私は家主になぜテナントが賃貸契約をやめたのか尋ねました。この時、大家さんはとても真剣に、このテナントは本来5日に私に家賃を振り込む予定だったのに、10日になっても家賃を受け取らなかったと言いました。電話しても誰も出なかったので、車で桃園まで行き、ドアをノックしました。1階の主寝室の明かりがついているのが見えました。なぜ家にいるのに電話に出ないふりをしていたのか考えてみました。そこまで歩いて行ったら、呼び出し音がなかったので、ドアをノックし始めて出てきました。あなたが家にいるのは分かっていましたが、通りの向かいの隣人がたまたま出てきて様子を見に来ました。それで私は隣人に尋ねました。すみません、私はこの場所の大家です。最近このカップルを見ませんか？この時は隣の人はダメと言ってくれましたが最近毎日女の子の泣き声が聞こえてきて喧嘩しているような感じでした。彼が話し終えた後も私はドアをノックし続けました。突然、部屋の中のドアをバタンと閉める音が聞こえ、とても腹が立ちました。私はノックした。私は警察に電話して、警察に来てもらうように頼みました。警察が来た後、春節で近くの鍵屋が休みだったので状況を話しました。
たまたま上の階の住人が鍵屋さんで、たまたま誰かが戻ってきて警察に遭遇したのです。近くで聞いていた彼は突然、私は鍵屋です。工具を持っていますので、鍵を開けるのを手伝います。と言いました。しかし、彼は工具を取りに行き、鍵を開けました。ドアを開けるとすぐに強烈な匂いが私の顔を襲いました。匂いはエビ漁場よりもひどかった。ゴミ箱からまだ匂いがしたので、警察と一緒に主寝室に行くと、濁った水が溜まっているのが見えました。怖くてドアから入ることさえできませんでした。その後、警察に届けました。大家さんの話を聞いて大家さんはこう言いました。一口唾を飲み込んだ後、私は同僚の女性を見て、さあ、隣で話し合いましょう。と言いました。私は同僚の女性に、怖いですかと尋ねました。女の子はナンセンスなことを言ったので、私はパフォーマンスのために急ぐと言いました。とにかく、私たちはその女の子に同情しませんでした。彼女私たちには何もしてくれないでしょう。パートナーの女性が同意した後、私は家主に、わかりました。と言いました。私はこの件を受け入れ、契約書に署名し、話し合う必要があるすべてのことに同意しました。私がサインインした時の提示価格は、実際の価格のほぼ 50% オフでした。その後、家主が私たちに鍵を渡しました。フルタイムの契約だったので、私たちは彼の家の整理を手伝わなければなりませんでした。その時、大家さんは私に現金5万元を渡し、中の家具をすべて捨てるのを手伝ってほしいと頼んだそうです。その後、彼は去りました。帰った後、そうでないなら先輩に来てもらった方がいいとパートナーに伝えました。陽気すぎる人でも午後だけなら心配する必要はありません。まだ暗くなっていないので、急いで写真を撮り、急いで歩きました。ほどなくして、ここで何が起こったのかを伝えていなかったため、先輩たちが到着しました。私と女性同僚は先輩たちの後ろを歩きました。先輩たちは楽しそうに鼻歌を歌いながら前を歩いていきました。彼はちょうどこのように歩いてきました。私たちは先輩から5歩ほど離れていました。彼は振り返って、一緒に、シングよ、と言った。事件現場に到着し、先輩がドアを開けようとした瞬間、突然固まってしまいました。私は階段の吹き抜けに立って彼を見つめました。彼はゆっくりと頭を向けて私を見た。彼の顔の表情が一変した。彼は口言葉で、チキンステーキ、という言葉を私に言いました。この時点でも、彼はまだチキンステーキを食べたいと思っています。そう言って先輩はゆっくりとドアを開けた。ドアが開くとすぐに私がマスクをしているのは明らかで、ドアからはまだかなり離れていましたが、超強力で超悪臭が家から漂ってきました。先輩はすぐに胸にをつまんで平静を装って私たちに話しかけてきました。わーからこの家は本当にいいですね。からこの家はとても美しいです。急いで写真を撮るように言われ、すぐに出発しました。しかし、最終的にマスターベッドルームの写真を撮りに行った時、玄関に汚れた水の水たまりについて家主がさっき言ったことを思い出して、身が縮みました。全然気に入らなかったんです。思い切って移動しましたが、写真を撮るのをやめられなかったので、主寝室のドアを開けてマットレスを見ました。私は超無敵の人間の姿が死んだウジ虫の山の隣に黒い跡のあるベッドに横たわっているのを見た。どうしようもなかった。同僚の女性と同時に吐きました。本当だった。先輩はすぐに私と同僚の女性を引きずっていきました。彼はドアを閉めて急いで歩き回って見ないで、見ないで、と私たちに言いましたが、私たちは好奇心から走りました。1階に着くと、1階から見上げてみました。すると先輩は私の頭を直接ビンタして、見るな、と言いました。それからバイクに乗って会社に戻りました。先輩は私たちを叱り始めました。ここで何かが起こっていました。なぜ教えてくれなかったのですか？
私はノーと言いました。私たちは彼女に危害を加えていないと言いたかっただけです。先輩は私が超常現象で、それにとても敏感だと言いました。ドアを開けると、女の子が出て行けと叫んでいるのが聞こえました。ドアを開けた瞬間鳥肌が立ちました。ドアを開けるとすぐに彼女がリビングルームに立って私たちを見つめているのが見えました。彼女は私たちが行くところどこへでもついてきました。あなたが主寝室に入ってきて嘔吐した瞬間、なんと彼女の顔が白から緑に変わり、私は死ぬほど怖くなりました。私はあなたを捕まえて外に出ました。あなたはまだ上を向いていました。彼女は窓の前に立って私たちを見つめました。先輩がそう言った後、私とパートナーの女性は両手に鳥肌が立ちました。私たちは夕方にそこに行きましたが、驚きました。その日私たちが神殿に行っていたのは奇妙でした。前の交差点の信号は明らかに青でした。前向きに乗ってました。突然大きなトラックが私に向かって突進してきました。ふと立ち止まって赤信号であることに気づきました。私たちが寺院に到着した時、私たちが参拝した寺院は自公司でした。到着するとマスターは何も言わずに扇子を取り出した。頭痛がします。ここは女性が私に打ってくれと頼んだ家です。なぜ嘔吐しているのですか？私は言いました。マスター、本当にわかりません。どうしようもなかった。マスターは、わかりました、と言いました。それからマスターはドアに向かって、大人は悪人の間違いを覚えていないと言いました。私は彼に教訓を教えました。するとマスターは、そんなにギラギラするなよ、と言いました。彼女は、私は去りましたが、あなたの件には触れない方がいいでしょう。鳥肌が床中に落ちた。あまりにもすごかったので何も言えませんでした。その後、5万元かけて人を雇って、その場合は全てを捨ててもらい、二度とそこには行きませんでした。売りに出す家を渡した後、大家さんに全てを話しました。家主は怒っていませんでした。彼自身もとても怖がっていたので、私たちのことを理解することができました。その日、大家さんは電話で家の一部始終を話してくれただけだった。家主はこう語った。その日警察に通報した。後警察は一晩も経たないうちに住民の一人を捕まえた。彼らは大晦日に口論したカップルでした。少年が襲ってきたのは、彼は酒を飲んでいたので女の子。彼は少女を体中にあざができるまで殴った。少年は怒って立ち去った。家に帰ってインターネットカフェで4時間遊んだ後、家に戻るとガールフレンドがベッドに横になって寝ていました。彼もシャワーを浴びて寝ました。朝、彼がガールフレンドに起きてもらうと、彼女の体全体が硬直していて、いくら力を入れても彼女が力を入れることができないことに気づきました。目を覚ますことができず、彼はガールフレンドの鼻の前に指を置き、彼女がもう呼吸していないことに気づきました。それで彼はとても怖くなって、服を着て何も持っていかなかったのです。彼は警察に捕まるのが怖くて、インターネットカフェで暮らしていました。女児は内出血と心筋梗塞を患った。家主に発見されるまで、私が高速で亡くなってから少なくとも1週間近く経っていた。現在、桃園市桃園区にあるこの家の家主は、家全体を改装するために人を雇いました。今後も他人に貸したり、販売したりするかはわかりません。おそらくルーメ町で借りたのでしょう。あの部屋でしょうね。物語が終わってみると、二人が仲良くするのは一番いけないことだとつくづく思います。お酒はただの言い訳です。性別に関係なく、パートナーが何かをしようとしている場合は、一度だけでは決してないので、よく考えてください。自傷行為をする人は、最終的にはあなたを攻撃する可能性が非常に高いです。一度も許してもらえれば、次もありますよ。自公先生については、私と同じ経験をした人がいるかどうかわかりません。私の家族は以前、ジゴングからリンキーを雇っていました。リンチーはいつもそこにいます。
ワインをグラスに入れましたが、ワインは1日放置すると通常ワインの香りが抜けてしまいます。しかし、魔法のようなものは、この旗をリビングルームに置くと、部屋中にワインの香りが漂ってきて、後でワインの香りが私の周りを回って訪ねてくることです。後で分かったのですが、家を視察に来たのはジゴンさんでした。これは本当にすごかったです。友人に聞いてみると、彼の家は観音様を崇拝しており、白檀の香りがするそうです。また、聴衆からは、お香の香りがした、という声もいただきましたが、周囲には彼を拝む人は誰もいませんでした。では、その理由は何でしょうか？視聴者の皆さんは彼と共有できるアイデアはありますか？同じような経験はありますか？次はデスティニーキングです。あなたはインターネット上である人に会いました。あなたはお互いに感情を持っており、より緊密な関係を築きたいと考えています。ある日、あなたはついにその人に約束を取り付けて会うことができました。会った時、相手のどのような欠点があると絶対に我慢できず、やってしまうのでしょうか？すぐに出発したいですか？ A、体型が悪い B、性格が良くない C、年齢差が大きすぎる D、食べるのが面倒すぎる E、外見が醜すぎる。これは、あなたが友達からいじめられやすいかどうかを確認するテストです。急いで家族や友人を誘って一緒にテストを受けてください。テストを受けた後でも、いじめを避けることはできます。もう選び終わりましたか？答えの選択肢 A を発表しましょう。数値が悪い友達のいじめ指数は 70% です。あなたはいつも心が優しいので、他人を許しやすいので、友達はよくあなたをいじめ、いつもあなたにあれこれ助けてほしいと思っています。時々あなたは他人に対して良すぎることがあります。実際、自分に対して残酷になり、断る方法を知ることで、より良い選択ができるようになります。B、冷酷な友人によるいじめ指数は 90% です。悪者になりたくないなら、いつでも柔らかい柿のようにいじめられるでしょう。平和はすべてにおいて最も重要なことです。それは何も悪いことではありませんが、本当に悪い男に出会った場合、彼はあなたを持っているだけなので、役に立たない可能性があります。適時に拒否することが最も重要な選択です。C、年齢差の大きな友達のいじめ指数は 10% です。あなたは単に無慈悲な人間です。あなたは他人をいじめません。それは素晴らしいことです。友達がいじめられているのを見つけて、声をかけて助けてあげると、運にさらにポイントが加わります。D を選択します。怠惰な友人のいじめ指数は 30% です。あなたは原則を持ち、自分を守るために自分の立場をタイムリーに表明します。ほとんどの場合、私たちはお互いに仲良くしています。誰もがあなたを良い人だと思うでしょうが、あなたが踏むことができないいくつかの底辺があることも誰もが知っています。時々結論に達した場合は、深呼吸して吐き出すことをお勧めします。結局のところ、友達が時々愚かな行動をするのは普通のことです。E を選択してください。ブスすぎる友達のいじめ指数は 100% です。50相手が哀れなふりをしている限り、あなたは喜んで利用されるでしょう。私はとても疲れていて、とても忙しくて、とても貧しいです。我慢できないでしょう。あなたはいつも友達は一緒にいるべきだと思っています。ただし、フォローしてくれない人もいるので注意してください。また、今日の話が終わるまで恥ずかしがらずにお互いに同情的なふりをし、嘘をつきます。いい音だと思いますか？テストは正確ですか？正確かどうかは別として忘れずにメッセージを残してください。視聴者と対話するためのメッセージ。メッセージボックスにはさらに超常現象の物語があります。下にスクロールして読むことができます。聞きたいトピックがあればメッセージを残して超自然的な話があれば教えてくださいからまた次回。